はい、農園ガレージのりょうです。今回は、ブレーキキャリパーのオーバーホールをやっていきます。車は EK スポーツの H81W です。EK のブレーキのタッチがいまいちなので、キャリパーをオーバーホールしたいと思います。では早速始めていきます。まず最初に、このブレーキホースを外しますが、外すとブレーキフルードが、漏れてきます。漏れないようにする方法を成田オートさんが、動画にしてくださっていたので、私もやってみようかと思います。成田オートさんの動画は下の概要欄にリンクを貼っておきます。やり方は、まずエア抜きをする要領で、このエア抜き用のホースをつないで、ブリーダーを緩めます。はい、ホースをつないで、ブリーダーを緩めます。次にブレーキをいっぱい踏み込んで、つっかえ棒か何かで固定します。注意点として、ブレーキランプがつきっぱなしになるので、バッテリーのマイナス端子を外しておくことです。はい。はい、ブレーキペダルをいっぱいに踏み込んで、つっかえ棒か何かで固定します。はい、こういった感じです。ブレーキペダルを固定したら、ブリーダーを閉めて、ホースを外します。そしたらホースを外していきます。よいしょ。そうすると外しても漏れてこないはずです。はい、漏れているのはキャリパーからですね。はい、このように、ブレーキホースからは漏れてきません。この方法を知ったときは、なるほどとちょっと感動しました。なかなかこういう方法を紹介している、動画とかないので、すごい勉強になりました。はい、続いてブレーキキャリパーを外していきます。よいしょ。はい、ブレーキキャリパーが外れました。はい、キャリパーが外れたら、次にピストンを外していきます。固着したピストンの外し方は別の動画で上げておきます。固着とかしていなければエアガンでエアを吹いて、外せます。そのままエアを吹いてもいいのですが、
中にフルードが残っているので、そのままエアを吹きつけると、フルードが、噴出してくる場合もあるので、私は一度、ピストンを全部戻します。はい。はい、できるだけ中のフルードを抜いてエアを吹き込みます。すごい勢いと音で、ピストンが出てくるので、こういった木材やウエスを置いておきます。音が大きいので音量注意です。はい、ではエアを吹き込んでいきます。はい、ピストンが抜けました。はい、こういった感じです。はい、ピストンが外れたら、ブーツとシールを外して、一度きれいにします。ピストンのシールを外すときはこういった細いマイナスを使うのですが、できれば先が丸まった、中のシリンダーを傷つけないようにマイナスドライバーの先が丸まったものを使った方がいいです。はい。はい、シールも外すことができたら、一旦きれいにします。はい、一度きれいにしたんですが、乾かすために少し放置していたら、ご覧のように中がすぐに錆びてしまいました。これは後できれいにするとして、このブーツがはまっていたところがだいたいサビサビになっているので、これを、この工具のストレートさんのキャリパーホジローを使ってきれいにしていきます。こういった感じですね。こういった感じである程度大きなサビを落としていきます。ある程度落とすことができたら、もう一度きれいにして、新しいシールを組んでいきます。はい、ピストンの方も少しここら辺にサビとかがあるので、これを落としていきます。ピストン表面に傷をつけたくないので、
養生テープなどで保護しておきます。そしたら、ワイヤーブラシでサビを削り落とします。はい、ある程度サビを落としました。全部はきれいに落としきれなかったんですが、これで組んでいきます。はい、キャリパーを組んでいくには、置いた専用のグリス、ラバーグリスを塗っていきます。はい、これをまずキャリパーの中に薄く塗り込んでいきます。はい。そして、このシール、このオーリングのシールにも薄くラバーグリスを塗っていきます。はい。そしてこれを中の溝にはめ込みます。はい、中に溝にきれいに入っているか確認します。はい、続いてダストブーツなんですが、ダストブーツには2種類あって、この大きな C クリップで留めるタイプと、先にブーツをキャリパーの溝に入れてから後からピストンを入れるタイプがあります。EK はこの C クリップで、ブーツを留めるタイプです。このタイプは後からこのブーツを取り付けることができます。なので先に、このピストンの方を先に組んでいきます。はい、先にピストンを入れます。ピストンにもラバーグリスを薄く塗っておきます。はい、そしてピストンをはい、指で入れていきます。はい、こんな感じです。はい、続いてダストブーツも取り付けていきます。ダストブーツにも薄くこのラバーグリスを塗っていきます。一応私はこうやって全体的にラバーグリスを塗り込みます。人それぞれやり方あると思いますが、私は全体的にラバーグリスを塗り込んでおきます。はい。そしたら
ラストブーツを取り付けていきます。はい、ブーツを取り付けたら、小さいマイナスドライバーで先のあまり鋭くないちょっと先が丸まった小さいマイナスドライバーでブーツが入っているかを確認します。はい、確認できたらこの大きな C クリップを取り付けていきます。C クリップはただもう溝に押し入れるだけです。クリップがちゃんと溝に入っているかも確認します。はい、こんな感じです。はい、キャリパーのオーバーホールが終わったら、スライドピンもきれいにしていきます。私は通常ブレーキの分解清掃や、パッド交換ではスライドピンまではきれいにしないんですが、オーバーホールの時はピンブーツまで、新品があるので、スライドピンもきれいにするようにしています。はい、スライドピンをきれいにするやり方は、私は綿棒を使います。中にパーツクリーナーを吹き込んで、このように綿棒できれいにしていきます。はい、きれいにできたら、スライドピンの穴にグリスを入れていきます。私が使うのはこのクレのシリコングリスメイトです。はい、これをスライドピン穴に吹き付けます。はい、そしてスライドピンもきれいにしたら、スライドピンに吹き付けて一度スライドピンに通します。
いった感じです。はい、続いて、ゴムブッシュをつけていくのですが、その前に、スライドピンの話をしておきます。スライドピンには2種類あって、L と G、このゴムブッシュがついている方が L で、これをロックピンと言います。そして何もない方、これは G、これをガイドピンと言います。これなぜ2種類あるかというと、このゴムブッシュがついているロックピンの方は、このガイドピンより若干細く作られているそうです。部品精度の個体差によって、このクリアランスの差があるので、もしきっちり作ってしまうと、部品精度が悪いとこのスライドピンが入らなくなったりする場合があるので、このロックピンをわざと細く作って、部品精度が合っていなくてもキャリパーをつけれるようにしています。そしてこのゴムブッシュがあることは、当然細くなっているんで、多少のガタつきは出てくるので、そのガタつきをなくすためにこのゴムのブッシュがついています。池の場合、このゴムブッシュがついているのが上で、ロックピンが上で、何もない方のガイドピンは下になります。多分タイヤがこう回るので、入力方向、最初に来る方がロックピンになるのかな。ちょっとここら辺詳しくわからないのですが、池の場合、このゴムブッシュがついている方がロックピンが上です。はい、続いて、スライドピンのピンブッシュも取り付けていきます。ピンブッシュにも、少量のグリスを吹き付けておきます。はい。はい、ピンブッシュを取り付けたら、次は、パッドをつけて、キャリパーを組んでいきます。はい、パッドを取り付けます。ブレーキパッドは前回の動画、ブレーキ泣きの、対策の動画でパッドがきれいにしてあるので、今回はグリスアップしてそのまま組み付けます。はい。はい。はい、続いてキャリパーも取り付けていきます。まずスライドピンにグリスを少量吹き付けておきます。はい。
はい、キャリパーのボルトを締めたら、ピンブーツがきれいに溝に入っているか確認します。はい、続いてブレーキホースを取り付けていきます。はい、次にブレーキホースを取り付けていきます。取り付けるボルトはこの板状ボルトなんですけど、この同ワッシャーガスケットなんですけど、できれば新品がいいです。今回、新品がキャリパーのオーバーホールキットに付属していなかったので、もうそのまま再使用します。はい、それで締め付けトルクですが、これもちゃんと規定トルクあると思いますが、私はわからないので、適当に締め付けます。同ワッシャーが潰れて、気密を保つので、こういったガスケットの場合はそれほど締め付けトルクは強くありません。はい、これぐらいでしょうか。はい、取り付けできたら最後にもう一度キャリパーのボルトも確認して、はい、はい、これで最後にエア抜きをして、キャリパーのオーバーホールは完了です。はい、今回の動画は以上です。ブレーキキャリパーオーバーホールのやり方でした。最後までご視聴ありがとうございました。